皆さんこんにちは、アンリです。今日は追加料金ゼロで AI があなたの会社の経理営業マーケまで24時間回し始める。アンソロピックが2026年5月13日に発表した新サービスクロードフォースモールビジネスをニュース速報と戦略読み解きの両面から日本の経営者個人事業主にも丸ごとわかるように深掘りしていきます。なんとチャット GPT の牙城に切り込むはずだったアンソロピックが最初の狙いを大企業ではなく小さな会社に絞ってきました。米国の中小企業は GDP の 44% を占め、雇用の約半分を支える約3600万社という巨大マーケットです。アンソロピックはここを取れば AI 市場の3すくみは塗り替わる、本気で勝負を仕掛けてきました。今日はこの発表の中身、競合との位置取り、そして日本の中小企業が今このニュースから何を持ち帰るべきかを一気にお話しします。まずパート1、何が発表されたのかを正確に押さえます。アンソロピック公式の発表によると、クロードフォースモールビジネスはクロードコワークというデスクトップアプリの中でワンクリックのトグルを入れるだけでイントゥイットクイックブックス、ペイパル、ハブスポット、キャンバ、ドキュサイン、Google ワークスペース、マイクロソフト365といった中小企業がすでに毎日使っている業務ツールにクロードが一気に常駐する仕組みです。製品ページや他社報道によると、Google ドライブ、Google カレンダー、Slack、Square、Stripe、Webflow なども連携対象に入っています。さらに、ファイナンス、オペレーション、営業、マーケティング、HR、カスタマーサービスという6つの業務領域に対して15個の事前構築済みエージェント型ワークフローがボタン一つで使える状態で提供されます。アンソロピックの言葉を借りればワントグルで全てが入るというのが今回の最大の売り文句です。価格構造は驚くほどシンプルです。追加料金はゼロ。必要なのはクロードのチームプランまたはエンタープライズプランのライセンス料とすでに契約している連携先ツールの利用料だけと公式は明言しています。これは AI エージェント界隈で長らく導入は安く見せて連携のたびに上乗せ料金がかかるというモヤモヤしたモデルが続いていたところにシンプルな価格で殴り込みをかけた格好です。ここで気になるのがチャット GPT プラスやクロードプロと一体何が違うのかという根本的な問いです。これがパート2、戦略読み解きに直結します。結論から言うと、クロードフォースモールビジネスは業務動線埋め込み型、チャット GPT プラスやクロードプロは汎用チャット型という戦略軸の違いがあります。汎用チャット型は別タブのチャット画面に問題を持ち込み、答えを受け取ってそれをあなたが手作業で会計ソフトや顧客管理ツールに反映するという働き方です。これに対して業務動線埋め込み型は AI が最初からクイックブックスの中、ハブスポットの中、キャンバの中に座っていて、業務の流れに沿って自分で動き、計画を立て、社長であるあなたに承認をもらってから実行するという働き方になります。中小企業の経営者が一番欲しいのはAI に何を聞こうか考える時間ではなく、目の前の業務がそのまま勝手に進んでいる状態です。アンソロピックはそこを正しく見抜き、汎用チャット UI の土俵を捨てて、業務動線そのものに食い込みに来たというのが今回の最重要ポイントです。公式に紹介された15ワークフローのうち、特にインパクトが大きいのは次の4つです。1つ目、ペイロール計画。クイックブックスのキャッシュポジションとペイパルの入金履歴を突合し、向こう30日のキャッシュフローを予測し、未払いの優先順位をつけ、社長があとはイエスかノーかを押すだけの状態でリマインダー案まで作るというものです。2つ目、月次決算のクロージング。チェーボと入金を突合し、差異をフラグ立てし、平易な英語で P&L を書き、会計士に送るクロージングパケットまでクイックブックス経由でエクスポートしてくれます。3つ目、ビジネス全体のパルス取得、キャッシュポジション、売上トレンド、パイプライン、
今週のコミットという重要 KPI を1ページのサマリーにまとめてくれます。4つ目、次のキャンペーン運営。売上の谷を見つけ、ハブスポットのキャンペーン履歴を分析してプロモ戦略を起案し、キャンバでバナーやチラシのアセットまで自動生成するという連携プレイをしてくれます。これに加えてインボイス回収、利益率分析、月末準備、確定申告整理、契約レビュー、リードトリアージ、コンテンツ戦略といったテーマも公式または複数報道で名前が挙がっています。残り4つは公式記事に明記されていないので、15個という数字は事実として置き、内訳の一部は要出典として正直にお伝えします。データの取り扱いについても公式は明確にチームプランとエンタープライズプランのデフォルトでは顧客データは学習に使わないと書いています。さらに既存アカウントの権限はそのまま引き継がれるので、クロードは接続先のアカウントが見える範囲しか見えません。すべてのワークフローはユーザーが起動し計画を承認してから実行されるので、暴走することはないという設計です。パート3、なぜアンソロピックがこの形を選んだのか、戦略読み解きを深掘りします。前提として AI 市場には3すくみの構図があります。オープン AI は2023年末にエンタープライズチャット GPT を立ち上げ、チャット GPT ビジネスで小規模チームに先行展開済みです。マイクロソフトはすでに中小企業に深く食い込んでいるマイクロソフト365の上にコパイロットを載せるというホームタウンアドバンテージで攻めてきました。 Google は Google ワークスペースに Google ジェミニをバンドルする形で無料ユーザーすら囲い込んでいます。この中でアンソロピックは出遅れていたと言って差し支えありません。だからこそ汎用チャット型で殴り合うのではなく、すでに中小企業が日々使っているクイックブックス、ペイパル、ハブスポット、キャンバ、ドキュサインといった業務ツールの中に直接クロードを常駐させるという競合がやりにくい角度から切り込んできたというのが今回の戦略の本質です。アンソロピック2016年の売上ランレートはテッククランチやヤフーファイナンスによると300億ドル超、前年の90億ドルから一気に跳ね上がり、年間100万ドルを支払う企業数も直近2ヶ月で500社から1000社超に増えたと報じられています。この急成長エンジンに中小企業セグメントというラストピースを差し込みに来たと見るのが妥当です。ここで一度批判的視点も4つ正直にお伝えします。1つ目、データを学習に使わないとされる方針は公式記事を読み込むとバイデフォルト付きの条件付きです。設定変更で学習に使われるシナリオが残っていないか、チームプラン、エンタープライズプランの利用規約を必ず一次ソースで確認してください。2つ目、クロードコワークがデスクトップアプリ前提という設計はモバイルファーストの行動様式を持つ日本の中小企業オーナーにフィットしにくい可能性があります。営業先や工場現場でスマホ1台で経営している方には現状の体験はやや遠いという点は念頭に置く必要があります。3つ目、連携先の中心がクイックブックス、ペイパル、マイクロソフト365といった米国前提の SaaS であることです。日本の SMB はフリー、弥生、マネーフォワード、スクエアジャパンといった国産米国系混在のスタックを使っていることが多く、現時点で恩恵をフルに受けるのは少しハードルがあります。4つ目、アンソロピックが同時発表しているクロード SMB ツアーやペイパルと提携した AI フルエンシーフォースモールビジネス無料オンラインコースは純粋な教育プログラムというより事実上の販売ファネルでもあります。よし悪しではなく、無料の親切の裏には顧客育成と最終的なチームエンタープライズプラン契約への動線が必ず存在するという構造を理解した上で活用すべきです。パート4、SMB ツアーと無料トレーニングプログラムについても触れておきます。
アンソロピックは2026年5月14日のシカゴを皮切りにタルサ、ダラス、ハミルトンタウンシップ、バトンルージュ、バーミンガム、ソルトレイクシティ、ボルチモア、サンノゼ、インディアナポリスの10都市で各都市100人の地元中小企業リーダーを集めた無料半日トレーニングを開催します。 AI フルエンシートレーニングと実践ワークショップで構成され、参加者にはクロードマックスの1ヶ月サブスクリプションが提供されます。共同ホストはテネックス .co と各地のローカルパートナーで、秋以降にもさらに都市を追加する予定とのことです。パイロットは2026年3月にグレータークリーブランドパートナーシップとナショナルタレントコラボラティブで実施済みです。合わせてペイパルと提携した無料オンラインコース AI フルエンシーフォースモールビジネスも公開されており、 URL は anthropic.skilljar.com/AI フルエンシーフォースモールビジネスです。さらにワークデイファウンデーションのソロプレナーアクセラレータープログラム2026では、15人の企業志望者の初期コホートにワークデイファウンデーションのシードマネー、アンソロピックのクレジット、リスクの AI ファースト起業家育成カリキュラムを提供します。 CDFI 連携ではアクションオポチュニティファンド、コミュニティリインベストメントファンド USA、パシフィックコミュニティベンチャーズにクレジットと技術支援を行い、パシフィックコミュニティベンチャーズはラディアントデータハブをクロードで開発中です。社会的弱者層へのアクセスを広げるという立て付けと、商業的なファネル設計の両面を持ったプログラム群というのが正確な見立てです。パート5、引用された経営者コメントを通して現場での実感も補強しておきます。アンソロピック共同創業者で社長のダニエラ・アモデイは、中小企業はアメリカ経済のほぼ半分を占めていると語り、市場全体としての重要性を強調しました。ピューリティコーヒーの COO であるブライアン・ラドビクセンは、クロードは私のために問題を解決してくれただけでなく、解き方そのものを見せてくれたとコメントしています。シンプルモダンの CEO であるマイク・ベッカムは、これまで制約だと思っていたものは実はただの慣習だったと気づかせてくれた語っています。ミッドセントラルエナジーのテック&イノベーションマネージャーであるライアン・オルソンは、これまで多くの時間を取られていた作業から自分が解放されつつあると述べています。イントゥイット・クイックブックスの製品担当 VP であるジョー・プレストンは、中小企業と中堅企業は私たちの経済の原動力だと語り、アンソロピックとの提携の意義を強調しました。ハブスポットのマーケティングハブの GMVP であるアンジェラ・ディフランコ、キャンバの GM エコシステム責任者であるアンワル・ハニーフ、ペイパルのチーフコーポレートアフェアーズオフィサーであるエイミー・ボニタティブスも、それぞれの SaaS にクロードが組み込まれる意義を公式コメントとして寄せています。パート6、日本の SMB への示唆を本気で考えてみます。日本の中小企業は約358万社、雇用の 70% を支えているという巨大なマーケットです。米国 SMB が GDP の 44% を占めるのに対して、日本の SMB は雇用面でさらに大きな比重を占めています。今回のクロードフォースモールビジネスは、現時点ではクイックブックス中心の米国前提設計ですが、構想として業務動線埋め込み型の AI エージェントはフリー、弥生、マネーフォワード、スクエアジャパン、キントーン、サイボーズオフィス、スラック日本法人といった日本の SaaS にもいずれ拡張されていく可能性が十分にあります。アンソロピック自身、東京オフィスを開設しており、日本企業向けのエンタープライズ契約を強化しています。日本の SaaS ベンダーから見ると、アンソロピックとの連携を今設計し始めるかどうかが、3年後の SMB 市場で業務動線の中にいる AI とチャット GPT のタブを開いて聞きに行く AI の戦力差を決めるという大きな分岐点になるはずです。経営者目線では、自社が使っている SaaS が今後どこの AI エージェントに乗っ取られるのかを戦略的に観察しておくべき局面に入ったと言って差し支えありません。最後にパート7、日本視聴者の皆さんへ今日から動ける3つのアクションを具体的に提案します。1つ目、クロードチームプランをまず試してください。チームプランは個人事業主でも契約可能で、クロードコワークの業務動線体験を
米国の最先端機能のごく一部であれ、自分の手で触れることができます。月数千円の投資で業務動線埋め込み型 AI の肌感をつかむのが最速ルートです。2つ目、AI フルエンシーフォースモールビジネスの無料オンラインコースを受講してください。コンテンツは英語ですが、クロード自身に英語講義を日本語で要約しながら一緒に学んでと頼めば、翻訳併用で十分理解できます。販売ファネルだと理解した上で、無料で学べるものは遠慮なく学ぶ姿勢が賢いユーザーの態度です。3つ目、自社業務をファイナンス、オペレーション、営業、マーケティング、HR、カスタマーサービスの6領域に分割し、最も時間を取られている領域を一つだけ選んで、そこに既存 SaaS とクロードを組み合わせた自動化の実験を始めてください。15ワークフローを全部入れる必要はありません。最も痛い一つを潰すところから始めるのが中小企業の AI 導入の鉄則です。今日のまとめです。アンソロピックのクロードフォースモールビジネスは追加料金ゼロでクイックブックス、ペイパル、ハブスポット、キャンバ、ドキサイン、マイクロソフト365、Google ワークスペースに業務動線で常駐する6領域15ワークフローのエージェント型 AI サービスです。クロードチームまたはエンタープライズ契約が前提。米国 SMBGDP44% 雇用約半分約3600万社という巨大マーケットをアンソロピックが本気で取りに来た一手です。オープン AI、マイクロソフト、Google との3すくみの中で業務動線埋め込み型という独自路線で殴り込んだのが今回の意義であり、批判的視点としてはデータ方針の条件付き、デスクトップ前提、米国 SaaS 連携中心、無料トレーニングの販売ファネル制の4点を抑えるべきです。日本の SMB 約358万社にとっては今は恩恵が限定的ですが、フリーやマネーフォワードなど日本 SaaS への波及は時間の問題であり、3年後の支持場構造を左右する分岐点に立っています。今日紹介した3アクションを今週中に動かせば、来月のあなたの会社は業務動線に AI が常駐している側の会社になっています。今日の内容でこのワークフローをさらに深掘りしてほしい、日本の SaaS 連携の最新動向を取材してほしいと思ったテーマがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。次回以降の動画でさらに踏み込んで解説していきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI 最新情報を見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。